世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さんは韓国車に対してどのようなイメージを持っていますか？たびたび報じられるニュースなどでは、車が燃えたり、ブレーキが作動しなかったりと、安全性に不安を感じる方は多いでしょう。しかしこれ以外にも、日本で韓国車が売れない理由がいくつかあるそう。今回は日本で韓国車が売れない理由と、このニュースを知った海外の人たちの反応を私、レイナのナレーションでご紹介させていただきます。なお、本文中に登場するヒョンデという呼び方に違和感を覚える方は多いかと思いますが、2020年よりヒュンダイからヒョンデという名称に統一することが発表されていますので、こちらでもヒョンデでお伝えしていきますね。日本で韓国車を見かける機会はそれほど多くないでしょう。2016年のデータを見ると、日本国内で売れた韓国メーカーの乗用車はわずか7台のみ。しかも購入された韓国車は在日韓国間で使用されるものと、韓国で購入した乗用車を日本で新車登録したものだけだったのだとか。また JAIA 日本自動車輸入組合が発表した2020年度における外国メーカー車の輸入車新規登録台数乗用車は、韓国国内でトップシェアを誇るヒョンデが12台、2位のキアが0台という結果になっています。この結果を見ると、世界的に有名になりつつあるヒョンデの車でさえ、日本では需要がないことがわかりますよね。この結果を知った韓国のネットユーザーから様々な意見が寄せられています。その一部をご紹介しますので、皆様も何か意見がありましたら、ぜひコメント欄にてコメントください。海外の反応。この結果はなんだ？でもまあ仕方ないか。みんなは中国車を買う？日本人の立場からしたら、きっと韓国の車は中国車と同じようなものなんだよね。やっぱり日本車の技術力は超えられない壁だよ。日本列島全体でたったの7台だなんて、正直ショックが大きすぎる。そこから在日や韓国の関係者を除外すれば、1億3000万の日本人のほとんどは韓国車を買わないってことだよね。日本には販売店すらないんでしょ？日本には他の会社もあるし、優秀な国内企業もあるんだから、わざわざインドネシア産みたいな韓国の車を買うと思う？ちょっと待ってくれ。そうやって例えたら本気で悲しくなるじゃないか。韓国産イコールインドネシア産だなんて。単に日本はいい車を作るから日本の車を買うってことでしょう。それ以外に理由はないと思うよ。それに韓国の人間に日本車と国産車どっちがいいですかって質問しても、大多数の人が日本車って答えるだろうね。確かにそうかも。ヒョンデやキアなんて海外では知らない人の方が圧倒的に多いだろうな。まあ当然なんじゃない？僕が日本人で同じような価格帯なら、やっぱり性能がずっといい日本車を買うね。韓国の自動車業者たちは素直に反省して立ち直ってほしい。日本の軽自動車を見ると違いがよくわかるよ。小回りが利く上にたくさん工夫されてて燃費もいい。そりゃ買いたくなるよ。国産は品質がクズだからな。この10年で何回壊れたか。嫁が乗ってるプリウスは1回も壊れてない。日本では軽みたいな小型車の人気が高いから、大きい韓国車は微妙なんじゃない？大きい声では言えないけど、先月トヨタのカムリに乗り換えたよ。以上が韓国の人たちの反応です。反日を掲げる韓国においても、品質や耐久性の高さから日本車は高い支持を得ているのですね。日本と韓国の自動車産業を見ると、まだまだ品質などに差があるものの、近年の韓国の自動車メーカー、特にヒョンデの成長ぶりには目を見張るものがあります。韓国でトップシェアを誇るヒョンデとは、一体どのようなメーカーなのでしょうか。日本ではあまり馴染みがないヒョンデですが、実は2001年に日本市場に進出しています。
しかし、販売不振などを理由に2009年に撤退。近年は少量のバスを供給するのみなのだとか。あるメディアでは、ヒョンデの日本市場での失敗の原因として、隣国製なこと、価格競争力が弱いこと、車のサイズが大きすぎることの3点を指摘。日本の自動車税は排気量によって税額が異なるため、基本的に 2000cc 以下で発売され、2000cc 以上の車に乗るのは裕福な人が多い傾向にあります。ヒョンデの車は排気量は大きいものの、日本車よりも価格が安く、日本での外車に対する裕福なイメージに合わなかったことも、ヒョンデが日本で売れなかった原因の一つに挙げられるでしょう。さらに、ヒョンデは検査を代行するところがなく、あっても追加の費用がかかることが多いそう。また、ヒョンデのエンブレムがホンダと似ているため、ホンダの偽物というイメージが強いことなどを指摘する声もあります。つまり、ヒョンデが日本で成功するには、車を小さくするか、プレミアムブランドとして売り出すしかなかったのですね。そもそも韓国車の創世期は、日本メーカーとの提携によって成り立っています。初の韓国製とされるポニーにも三菱の技術が入っていますし、キアでは日本で大ヒットした実質マツダ製であるフェスティバのセダンを販売しているそう。マニアックなところで言えば、三菱のデボネア AMG が韓国製というのは、車好きならご存知の方もいるかもしれませんね。そんなイメージも相まって、韓国最大手であるヒョンデの世界的評価は徐々に高まっているそうです。その起爆剤となったのが2000年代後半からの大きな改革でしょう。ヒョンデは欧州や日本の各メーカーからスタッフを大量にリクルートし、特にデザイナーの引き抜きに力を入れたことで一気に威力が向上。初代ジェネシスの完成度は目を見張るものがあり、北米カーオブザイヤーを受賞するほどに成長しました。質を高めたにもかかわらず、価格は全体的に日本車の1割から2割ほど安く、長期保証に力を入れたことも大ヒットの後押しになったのだとか。これは日本車が世界で売れるようになったのと同じ図式だと言います。しかし日本ではこのことはあまり知られておらず、韓国の車はしょぼいというイメージで止まったままなのです。確かに10年以上前の韓国車のパーツはバリだらけで壊れやすく、デザインや内装の質感もいまいちで、走れば昔の日本車に乗っているようなもっさり感がありました。車に多感な人は別として、多くの日本人にとっての韓国車への印象は当時から止まったままです。さらに、たとえ現在の韓国車における品質の向上を認めたとしても、それが韓国車を買うきっかけにはならないのではないかと思います。欧米においては、日本車にとって代わる安くて壊れない車という存在価値がある韓国車ですが、日本から見ればブランド価値はなく、際立った魅力がないというのが正直なところでしょう。実際、ヒョンデはあらゆるジャンルを取り揃えていますが、ほぼ日本車と被っている感が否めず、かなり安価にならない限り、あえて韓国車を選ぶ必要はないのです。しかし近年、この常識を覆すかもしれない出来事が起きています。2020年6月15日、ヒョンデは日本で公式ツイッターアカウントを開設。ヒョンデのコンパクトカーは輸送コストなどの問題から日本車と同条件で勝負することは難しく、一度撤退した過去があるため、日本市場へ再進出する可能性は低いと見られていました。しかし、2020年12月頃にヒョンデが日本市場に再進出するというニュースが報じられ、2022年を目安に EV 電気自動車や FCV 水素自動車に特化して日本へ再進出することが正式発表されたのです。将来ほとんどの自動車が化石燃料を必要としないゼロエミッションビークルになると予想されています。ガソリン車と同等の航続距離を保ち、長時間の充電を必要としない FCV は次世代の自動車産業を担う存在として注目を集めているそう。
FCV においては日本の自動車メーカーが一歩リードしていますが、実はヒョンデは日系自動車メーカー以外で唯一早い段階で FCV を市販していたメーカーなのだとか。まだあまり馴染みのない FCV ですが、日本ではトヨタやホンダがすでに FCV を実用化しているように、世界でも最も FCV を走らせるインフラが整っている国であり、ここにヒョンデが日本に目を向けた大きな理由があると考えられます。なお、ヒョンデは2022年に日本にて FCV NEXO を販売する予定なのだとか。再進出が成功するのかどうか、韓国製 FCV の性能はどうなのか、今後もしばらく注目を集めそうです。今回は日本で韓国車が売れない理由についてお送りしました。日本人からすると高品質で耐久性の高い日本車が身近にあるため、わざわざ韓国車を買う理由がないのですね。しかしながらヒョンデが日本への再進出を決め、今後市場が拡大するであろう FCV などに特化した戦略を取るのであれば、今までの常識が大きく覆される可能性もあるのです。実際に自動車に乗る側の私たちからすると、長く安心して乗れる車が一番ではないかと思います。韓国車はたびたび安全性が問題になっているため、日本で販売する車はまず安全に走れる車であってほしいですね。ちなみに私は自動車を買い替えるとしても、やはり安全性などを考慮して日本車を選ぶ気がするのですが、皆さんは自動車を選ぶ際、どのようなことを重視しますか？また、車に詳しい方は、ヒョンデの FCV の性能などについて、ぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。